もしあなたがテロ事件の人質になったら誰に助けを求めますか。遡ることおよそ25年前の1996年12月17日、ペルーの首都リマ、高級住宅街の一角にある日本大使公邸がテロリストにより占拠されました。人質は日本人24人を含む74名。動いたら撃つぞ。機関銃を構えた14名のテロリストによる長い拘禁生活が始まります。どうすれば人質を助けられるのか。日本にとって初めての大規模なテロ事件。ペルー政府と日本政府は手を取り合い、事態の打開案を模索しました。打つ手がないまま時間だけが過ぎていき、事件発生から127日後、日本人の人質は一人残らず生きて帰ってくることができたんです。この時日本人を救ったのはテロリストでした。およそ25年前にペルーで発生した日本大使公邸占拠事件。4ヶ月もの間拘禁されていた人質はどのように助かったのか。その救出劇の裏には人質だけが知っている本当の真実があったのです。おさす、アルゴメトリーのサブチャンとかでしゃぶしゃぶとかね食べたいっすね。けんちゃんです。ないけどそんなチャンネル。お鍋はやっぱり夫婦しながら食べたいヤミコ夫婦です。夫婦月亭夫婦です。本日皆様にご紹介するのは日本が初めて直面した大規模なテロリストによる人質事件、在ペルー日本大使公邸占拠事件についてです。長いわね。長い。これ結局日本とペルーの仲を取り持つ外交官の人が住んでるところがテロリストに占拠されちゃったってこと。いやそうなんです、もう国家をねまたぐ大事件なんで、日本もペルーも協力して、この解決に当たったんですけど、やっぱり慎重にならざるを得なかったんです。そもそもね、なんでねこのペルーの日本大使公邸がね占拠されてしまったのか、早速見ていきたいと思います。優雅なパーティー。遡ること25年前の1996年12月11日、ペルーの首都リマが今回の舞台。高級住宅が立ち並ぶ一角にひときわ大きな門と白い壁で囲まれている屋敷がありました。日本大使公邸です。この日、日本大使公邸では天皇誕生日祝賀天皇誕生日祝賀レセプションが開催されていました。大勢の招待客が招かれ、日本とペルー政府関係者、各国大使、そして日本企業の代表者など約600人が参加。和食や日本酒がふんだんに振る舞われ、鏡開き、ピアノ演奏などを楽しみながら時は優雅に流れていきます。お酒を片手に和やかに談笑する招待客。こうしてペルーと日本の友好関係を深めていったんです。しかし時計の針が夜8時半を指した頃、突如激しい銃声が響き渡りました。思いもしない出来事に悲鳴を上げて逃げ惑う600人の招待客。その間にも銃声は止むこともなく、日本大使公邸に鳴り響くんです。一体何が起こっているんだ。招待客が状況を理解するのにさほど時間はかかりませんでした。テロリストだ。気づいた誰かが叫んだ時にはもう手遅れ。この時すでにテロリストは日本大使公邸の壁を破壊し、公邸内に侵入していました。こうして日本大使公邸は14人のテロリストにより占拠されてしまったんです。組同士のね、すっごい平和なパーティーのところ、そこを狙うなんてほんと最低ね。いやもう参加者にとったらさ、あ、うめえな、この肉、うめえ、この春巻きうめえ、このエビトーストチリソースにつけたらうめえなとか思ってた時にさ、ね、いきなり来たもう晴天の霹靂、寝耳に水、やぶからスティックですよね。バカにしてるわよね。バカにして、いきなり来た感情出したかった。バカにはしてない。エビトーストがいかに美味しいか伝えたかった。ペルーってエビトースト出てこないでしょ。エビトースト大好き。これ強盗とかじゃなくてさ、テロリストって言ってるってことは何かしらさ、主張したいことがあったんじゃないの？ねえ、みのさん、いいところに気がつきました。本当誰の真似なの？俺は俺であり続ける。次行っていただいて。というわけで、テロリストはですね、その通り、ペルー政府にある要求をしたんです。テロリストがペルー政府に対し突きつけた要求はこのようなものでした。逮捕・勾留されている仲間の釈放と現ペルー政府の経済政策を全面的に変えること。今回事件を起こしたテロリストはトゥパク・アマル革命運動。トゥパクが言いづれんだよな。通称 MRTA のメンバーでペルーを中心に活動する武装派組織。簡単に説明すると、貧富の差が激しいペルーの経済政策に不満を持ち、富裕層を襲撃していた金品を貧困層に分配していた集団なんです。しかし事件が起こる4年前の1992年にペルー政府は反政府組織を徹底排除。その時400人ほどの MRTA のメンバーが逮捕・勾留されてしまったんです。さらによりにもよって日本大使公邸が狙われた
たのは MRTA が日本に対しこのような考えを持っていたから。日本がペルーにしている政府開発援助は貧困層のために役立っていない。政府ばかりが裕福になり貧富の差が拡大する一方だ。さらに当時のリマでは有刺鉄線がついた高さ3メートル、全長 10km の壁の建設が進んでいました。いかちいな。裕福層と貧困層を完全に分けるための壁なんです。豪華な生活を送る裕福層と屋根すらないあばら屋で暮らす貧困層。経済政策が変わっても一向に貧困状態が改善されないどころか、同じ国内とは思えないほどの貧富の差が明確になっていく状況に人々の不満は蓄積されていったんです。これらの理由が重なり、ついにテロリストは日本大使公邸を占拠。ペルー政府に対し仲間の釈放と経済政策の変更を要求したんです。この事件は日本政府へもリアルタイムで連絡が入りました。ニュース速報で日本国民も知ることとなり、緊迫した空気に包まれた日本政府。大勢の日本大使館員が人質になっている。これは日本を揺るがす大事件になるぞ。しかしこの時はまだ誰も想像していなかったんです。この事件が4ヶ月も続くとは。いや600人ってめちゃくちゃ多いわよ、14人で見張れんのその600人を。20クラスですよ、学校で言うと。ふざけて言ったと思ったでしょ。皆さん学校ね、何クラスありました？東大和南高校は7組まであったんで、180人。何クラスだったんですよ。高校はまあ5、6クラスはあったかも。ダークネス高校？あんたに地球高校って言ってるようなもんよ。ダークネスの中に、ダークネス。実はですね、600人全員をね、人質にしてたわけじゃないんです。なんとすぐに高齢者と女性を解放して、日本人24名を含むね、74名を人質にしてたんですよ。いきなり銃ぶっ放すからさ、ほんと血も涙もないやつなのかと思ってたけど、そうでもないわけにしても4ヶ月も何してたわけよ、本当に。いや、長いですよね、4ヶ月。事件が長期化したのは政府のね、ある思惑がね、原因でもあったんです。おい、何しとんじゃ政府。食い違う意見。人質が解放され、事件が幕を閉じたのはおよそ4ヶ月後。事件がこれほど長引いた理由の一つとして挙げられるのは、日本政府とペルー政府の意見の食い違い。事件が発生した当初から日本政府は人質の安全を最優先とした平和的解決を望んでいました。つまり何が何でも話し合いで解決してほしい。テロリストに対しある程度の妥協はやむを得ないと考えていたんです。しかしペルー政府の考えは真逆のもの。妥協なんてとんでもない。そんなことをしたら次から次へとテロが起こるじゃないか。揉め事はしたくないなんて言ってる場合じゃない。テロリストの要求なんか一切受けない。やっとのことでテロ組織を弱体化させたペルー政府。テロリストの要求を飲むことなど意地でもできなかったんです。ペルー政府が日本政府の考えに反対してから2日後、ペルー政府は日本にこう連絡してきました。日本の提案通り平和的解決を目指しましょう。手のひらくるくるがすぐすぎない？これで意見が一致したのは良かったじゃないの。パチンコってんじゃないんですよ。これもですね、わざとなんですよ。実はペルー政府の思惑だったんです。そう。この時ペルー政府はあるものを入手していたんです。そのあるものとは日本大使公邸の設計図。設計図をもとに大使公邸の完璧なレプリカを作ったペルー政府は日本に秘密である計画を進めていたんです。その計画とはなんと地下トンネルからの突入作戦。近隣の民家の床下から日本大使公邸へ続くトンネルを掘り、そこから突入するというもの。ペルー政府が平和的解決をすると見せかけたのはテロリストを油断させるためでした。ペルー政府は事件発生から1ヶ月経った頃からトンネルを掘り始めたんですが、テロリストだけではなく日本人は一人もトンネルの計画を知りません。トンネル工事で発生する騒音は日本大使公邸前に置いたスピーカーから大音量で軍歌を流すことでごまかしていました。さらに日本大使公邸内に運んだ救援物資に盗聴器を潜ませ、人質の一人であった元ペルー海軍提督と密かに連絡を取り合いました。マジでスパイ映画みたいですよ。こうして内部情報を探りながら着々と突入の準備が進んでいきます。そして日本大使公邸が占拠されてから127日目の1997年4月22日、約2ヶ月間かけて掘られた7本のトンネルを使い突入作戦が実行されたんです。日本大使公邸に続くトンネル内で合図を待つ特殊部隊。トンネルは日本大使公邸1階の大広間につながっている。もうすぐ突入の合図だ。特殊部隊は息を殺し額に汗をにじませながらその瞬間をひたすら待った。絶対にミスは許されない。1分1秒の誤差さえ命取り。ゴー！突入の合図で静かに、そして速やかにトンネル内を進んでいく。行き止まりについた。この上が日本大使公邸の大広間だ。隊員たちは用意した爆弾を取り出し、大広間の床下を爆破。この時大広間ではテロリストが10人ほど集まりミニサッカーに興じていた。狙い通りの状況だ。突然の爆発に驚き転げ回るテロリストたち。爆発音を合図に他のトンネル、そして正門からも特殊部隊が突入。
逃げようとしたテロリストは特殊部隊に囲まれ容赦なく撃ち殺されていく。事前の情報によれば人質が拘留されているのは2階突き当たりの小さな部屋。この時人質を見張っていたのは14、15歳の少年だった。1階から聞こえてくる爆発音と銃声でテロリストの少年はすぐに理解した。突入されたんだ。仲間のテロリストからは政府に武力突入されたらすぐに人質たちを射殺するように言われていた。テロリストの少年は抱えていた機関銃を人質に向ける。74人の人質が拘留されているのは3メートル四方の小さな部屋。逃げ場はない。テロリストの少年が機関銃の引き金に指をかける。この指を引くだけで何十人の人質の頭が確実に吹き飛ぶ。恐怖のあまり人質たちは目をつぶっていた。しかしいつまで経っても機関銃は発射されない。人質たちが恐る恐る目を開けるとテロリストの少年は後ずさりをしていた。撃てない。少年はそのまま部屋から出て行った。そして螺旋階段を登ってきた特殊部隊と鉢合わせ撃ち殺された。この突入作戦で亡くなったのは人質のペルー政府関係者1人と特殊部隊2人、そしてテロリスト14人全員。日本人の人質24人は怪我をした者はいたものの全員無事に救出された。多くの人質がいたにもかかわらず被害は最小限に抑えられ、ペルー政府の作戦は成功したと言われた。なんでさテロリストの少年は引き金引かなかったのかしらって。いやまあそのおかげで助かりはしたんだけど、全然撃てる状況だったじゃない。実はテロリストのね、少年たちの心にはね、あるね気持ちが芽生えてたんです。しかもそれはね病名というかね心理学的にはリマ症候群というものなんですよ。リマ症候群、はい、というわけでね本日のメトラキーワードリマ症候群について。犯人が人質に対し共感や親近感を持つ心理現象で、これにより人質に対する態度が穏やかになることがあるんです。これに似た心理現象で人質が犯人に共感し好意を持つストックホルム症候群がありますが、それと立場が逆になった状態のこと。テロリストの少年はおよそ4ヶ月の選挙生活により人質に親近感を持ったのだと考えられるんです。実際4ヶ月の共同生活の中で人質とテロリストの関係は良好だったようなんです。ストックホルム症候群がさ、前になんか人質の女性が犯人に恋しちゃってたやつでしょ。ストックホルム症候群に関しては生き残るためのねなんか防衛本能とかね、そういったこう意味合いもねあるんですけど、このリマ症候群については文化の違いっていうのが一つね、症候群が発生するこうキーになっていたって言われてるんですよね。テロリストの少年はもともとはアマゾンのジャングルで暮らしている子供でした。ではなぜテロリストとは縁もゆかりもなかった少年がテロリストとして人質を見張っていたのか。それは少年がテロ組織 MRTA に50ドルで売られたから。もうほんとひどい話っすよね。少年は自分の両親によってテロ組織に売られていたんです。50ドル、日本円で6000円ほどのお金があれば、アマゾンのジャングルでは家族が何年も暮らすことができるんです。生き残るため、そして家族のために迫られた選択。それほどまでペルーの人々は貧困に苦しめられていたんです。テロ組織 MRTA には少年のようにお金で買われたメンバーやね、一時的な仕事としてね連れてこられたメンバーもいる。なんかもう一枚岩じゃなかったわけね、結論。バラバラ。そういう人たちと4ヶ月人質とテロリストたちどんな生活してたのかが気になってくるわね。このテロリストと人質の間ではね、もう長いね拘禁生活だったので、いろんなコミュニケーションが取られていたんです。そのコミュニケーションの結果として発生したのがリマ症候群なんです。長い拘禁生活。4ヶ月の期間中、食事や生活用品など必要なものはほぼ毎日届けられていました。食事は日本食がレストランから届き、14個の仮設トイレが設置され、クリスマスにはケーキが届き、人質たちは人間らしい生活を送れていたようなんです。そうは言っても、いつ終わるかわからない拘禁生活に精神はすり減っていきます。人質となっていた日本人たちは少しでも精神的に楽になるようにと、いつも通りの生活を心がけていました。毎朝決まった時間に起き、ラジオ体操を行い、顔を洗って朝食を食べたんです。掃除をして室内を清潔に保ち、将棋やピアノなどの娯楽も楽しんでいたようです。そんな日本人の日常はテロリストにとっては珍しく新鮮なことばかりでした。次第にテロリストが日本の習慣に興味を持ち、人質の真似をするようになっていったんです。中には日本の文化や日本語を勉強するテロリストも出てきました。これもしかしてさ、テロリストはその日本人がやってた生活に憧れてたんじゃないのっていう可能性はありますよね。やっぱりね文化の違い、日本人がいろいろ教えてくれるっていうね、そういったところにちょっとずつ畏敬の念がね芽生えていたのかもしれないですね。なんか複雑な気持ちになるわね、これね。人質になった日本人はテロリストのことをこのように証言していました。テロリストのメンバーは全員人質に対する対応が非常に紳士的でした。貧困により事件を起こさなければならなかったテロリスト。事件を起こすことはもちろん決して正当化はできないんですが、暴力やテロがなくても彼らのような社会的弱者の声が届く、そんな世の中が来ることを僕は願っています。